韓国ソウル地下鉄ヨンドゥンポシジャン駅。着いたヨンドゥンポ駅の方は結構再開発が進んででかい建物がたくさんあるけど、この辺は下町感がまだ残るってことで、今日行くところはこっち。今日のお店はヨンドゥンポ市場の方とは反対側。そんなヨンドゥンポの街をこちわさびが今日も行く。4番出口出てまっすぐ行くとすぐ右手に曲がる道がある。今日はこの中入っていくんやな。歩いてると匂いがする。ここはモッポ食堂。モッポか、以前旅行で行ったことあんねんな。モッポといえば本郷や。本郷をつまみにマッコリとかええよな。だいぶ裏道に入ってきた。目の前に広がるのは食品の卸の倉庫みたいなのが並んでる。ラーメンかな。乾きもんに缶詰、結構いっぱい並んでる。なんやここ。その間に大学がある。キムチ停泊橋。シャレやな。すぐ横にはカラオケあんねんけど、スズメがめちゃくちゃおる。何？歌いたいのみんな。同じ鳥でも今日はもう少しでかい鳥料理。韓国では結構食べる。着いた。早くもう腰たそれが通りだ。今日のお店はユンダイオリチョンムンジョン。書いてるオリジュムンロ。その裏には千オリ食いまである。専門店っていうのがええよね。安定のタボン。両手でタボンしてしまうかもなんて思いながら入店です。こちらのメニュー、専門店らしくメニューは3つ。上から生鴨の焼き料理、燻製鴨、そして味付け鴨肉。こちらのお店は2時間制となっております。やっぱり人気店なんや。オープンランをした俺は早速注文. 주문해도 돼요? 네네. 주물럭 하나 주시고요. 그리고 진로도 한 명 주세요. 예. よっしゃ。あれ、向こう側の壁には鴨たちが描かれてる。今日は君たちのおかげでええ時間が過ごせそうや。入った瞬間、社長さんから言われる。油飛ぶので気をつけてくださいと。なのでカバンジャケット類は後ろの方に、そしてエプロン着用。このエプロンが後々大きな力を発揮する。準備万端のところ用意してくださった基本のおかずはソースのかかった玉ねぎ、大根の酢漬け、桔梗の根っこの和え物、ピーナッツの和え物、そして唐辛子にサムジャン、最後にサンチュ。そしてきた。そういや鴨とガマって天敵なんかななんて思いながらぐるぐる水辺で起こる天変地異やでローリング。あれ、変わった焼酎グラスやと思ってたらなみなみついでまう。こぼさんように丁寧に。じゃあここ持ってみよう。ちょっと安定したかも。今にもクエックエッと聞こえてきそうなこの空間。一杯目。初音かにマイクを前に泣く鈴。ありがとうございます。早速運ばれてきた。鉄板の上にスライドでイン。なんとも色鮮やか。お餅だけなんか取り出してるなと思ったら説明してくれる。 처음에만 좀 구워주세요. 익는 동안에 양념 빠지지 말라고 이렇게 막아둔 거예요. ダムで餅ダムにするのね。その上から大量にんにく投下。もうびっくりしてもうた。じゃあとりあえずメニュー紹介。再び店員さんが来て様子を見てくれる。鴨肉やしじっくり焼いていかなあかんわな。湯気に乗って漂うこの香り。香り。ダブルトングという秘技で鴨肉に熱を与える。合間合間のダム建設。これ結構重要なんよね。煙に巻かれる俺はやることなく現場見学。ヤンニョムがしっかりせき止められてるのがわかる。もう少しだけ時間を置いたら食べれるとのこと。そんな時ヌルンジもサービスで出してくれる。鴨の楽園は至せり尽くせりやな。
一口飲んでうまっ。とりあえず鴨の到着を待つ間、ピーナッツの和え物をパクリ。食感もう結構ええんちゃう。それでは私この箸でダムを放流していく。まずはこのお餅を2切れ。ダムの水力発電ってこういうことやろ。電気流していくでパクリ。表面がカリカリになって食感やねんけど、めちゃくちゃ熱い。完全に感電してしまう。余計な油は放流されていく。危なかった。じゃあ次は大本命。感じに焼き上がった鴨肉を数切れ掴んでいく。次は感電専用に慎重に封。毛全部虫で取られてまうからな。そして一口。感電はせえへんかったけど、口の中では負荷がかかってブレーカーが完全に遮断してもうた。鴨肉は柔らかくパサパサせず、噛むたびに脂がジュワッと出てくる。そしてこの濃いめに味付けされたヤンニョム、鴨の脂と混ざり合って極上のハーモニー。おいこれは危ないぞ。草むらに隠れてたガマちゃん顔を出す。グラスがこんなグラスで出てくるからちょっとやばいな思ってたんや。まんまと罠にはまってしまう。ググッと。これは止まらん。止まった。違う、次はこいつ。山中を1枚。鴨肉は大空に向かって飛んでいく。山中に到着。そして次はこのニンニク。そいつも鴨の隣に横たわる。嫌いな人もおるからやと思うけど、ここの社長さんニンニク入れても大丈夫ですかって何回か聞いてくれる。親切な方やけどニンニク必須。鴨肉はやっぱり脂が多いお肉やから、こういう野菜と食べたらがっつり合う。首が取れるほどうなずく。テンション上がると唐辛子。辛いですって言われててんけど、そんなこと関係あるかい。ほらほら余計にテンション上がってきたで。めっちゃ辛い。店員さんの言うことは聞くべきや。こういう時はいただいたヌルンジで休憩していく。ここのヌルンジうまいんよ。落ち着くんよ。最高なんよ。まだまだ食べ方のバリエーションはいくつかある。次は玉ねぎの上に乗せ、その玉ねぎで鴨肉をサンドイッチ。そいつも一緒にパクリ。生の玉ねぎから出てくるこの水分とシャキシャキさで鴨肉の余計な油をキャッチしてくれる。玉ねぎの食感心地ええわ。なんか聞こえる。頭なぜあんちゃんちゃうねんから。ただ今日はお前たちのおかげでうまい飯にたどり着いてる。感謝の気持ちや。中にはじゃがいもも入ってる。なんか今一瞬見えた。あれ、このエプロンがないと思うと大惨事。やっぱり店員さんの言うことは聞くべきや。店員さんにも感謝しながらこのホクホクとしたじゃがいもを堪能していく。ほんで一番気になってたんよ、この桔梗の根っこ。主に鑑定食とかで出てくるイメージあるけど、鴨料理で出てくるのか。これええわ。そうや、こうやって食べてって店員さんに言われてた。まずはこのサンムを数枚手元に持ってきて準備。そしてメインのこの鴨肉を数切れ乗せる。そしてニンニクも乗せる。ここからこいつなんよ。この桔梗の根っこをその上からトッピング。あれ、ヨンドゥンポのジェンガ王と呼ばれた俺や。ここはフォークリフト作戦や。下からグイッと持ち上げる。フォークリフト講習受けといてよかった。アホなことは置いといてパクリ。皆さん、春が訪れました。うわー、酸味が入ってくる。どう表現していいかわからんようになる。こうなったらすぐさま右手は動く。グラスも飛び始め、この鴨たちと一緒にキラキラとした水面を見下ろしている。ぐぐっと一杯。おすすめはこのニンニクは必ず入れてほしい。もちろんメインの鴨肉も上にちょこんと。ホクホクとしたニンニクが鴨の味わいを引き立てる。そしてトゥッペキで出してくれるこのヌルンジ。少し時間が経ってもほんのり温かい。桔梗の根っこにしてもそうやけど、このヌルンジもしつこくなる前に鴨の脂を和らげてくれる。いろいろ考えられて出してくれてるおかずやわ。再び産地をつかむ。1枚で足りるから。無理。スペシャル作んにやからもう1枚。鴨肉バサー、ニンニクドスン。ネギも入ってる。そいつも横に。次はこっちのステージ。サンムを数枚。スポン。忘れちゃいけない桔梗の根っこ。シャラン。唐辛子も、いや2つはドドン。最後にこのピーナッツも。ヒュー。できた。全部入り。回る。これは慎重に巻いていく必要がある。サンチュ2枚や言うても中身結構多いから。サンチュという愛に包まれるたくさんの具材たち。そいつを一口で
大きくパクリ。大成功。あ、やはり頼りになるヌルンジ。優しくキャッチしてくれたネギもパクリ。これはもう言うことないよ。グラスが浮いてるのが何よりの証拠。全ての食材が合体していく。名残惜しさが垣間見える。店内でこんなことしてたら逮捕案件。かすかに聞こえる仲間外れにしていたお餅の鳴き声。お餅はお餅だけで食べた方がいい。ヤンニョムもええ感じにコーティング。表面は油で揚げた感じにカリカリ。そして中はもちもち。だから俺の顎は崩壊寸前。日本でも鴨肉は鍋料理やうどんやそばの具材として食べることもあるけど、俺は明らかに韓国に来てから食べる頻度は上がった。あとはヘルシーって言うしね。だから俺はバクバクいってしまう。そんな鳥年の男が鴨と戯れてる時、さっき見たスズメを思い出す。スズメの노래방 매일にぎやか열창 중自由な檻は가끔休みの전문점 무거운 데 바라보는 주물러 내 노크 비치는 시루엣도 다무건설사도 역할 오에테 미소 짓네 상춘이 사든무 부와 똑같이고 양념만 뒀다 오리고기 닌니크 모손짓하네 아카이 도라지에 시카이가 흐려지고 기숙에 받은 뒤로 아내가 움직이네 잔에 미치루 소주밤이 시숙하니 흔들리고 토끼처럼 나가시 꼬매봐 고독히 심고미 누룽지 노아 타타카사가 살며시 요리소 되면 아래니와 키라키라 물결이 가가야이테 있었네そろそろこの鉄板の上も寂しくなってきた。じゃああれやろう。 저기요. 볶음밥 하나랑요 치즈도 드세요. 예. 頼んでやった。エンディングに向けてのオープニングや。そんな時社長がサンムを2つに切る。え、これなんか関係あんの？そんなモヤモヤしながらもチャーハン作りは進んでいく。上からご飯をドバッと。まだ心はモヤモヤしてんねんけど、鴨肉の余計な油をダムから強制的に放流していく。これが最新の技術。その後は具材、ご飯、海苔、ニラなどをまんべんなく混ぜていかれる。匂いもしてきた。っていうか俺どんな顔して待ってればいいの？バラバラやった具材が一致団結と言わんばかりに綺麗に混ざっていく。チャーハンはこれで完成。ここから俺はリフトに乗って雪山へ向かう。雪を操る神やどうでもええくだらんこと言うてる間に完成していく。本日の締めチャーハンチーズ入り完成。じゃあまずはやっぱりこの部分。溶けてる溶けてる。ビヨーンと鴨の背中に乗って空を駆け巡る俺。待望の一口目。えらいたくさん取ってもうだからこれは慎重にフーフーしていかなあかん。でも我慢できずにパクリ。やばい、もう熱すぎて口が動かん。チーズが垂れてるのにもかかわらず一生懸命口の中に空気を入れる。カット終わったということは相当な時間がかかった証拠。ただこのチャーハンは濃いめのヤンニョムがしっかり効いてるからか締めとしては最適。俺はこういうチャーハン熱々で食べんの好きやねんけど相当熱かった。俺は特訓を受けてるから良い子は真似しないように。そしてこの桔梗の根っこの和え物、この酸味がまたようチャーハンに合うんよ。絶対ここのシグニチャーで最初に切っていただいたこのサンム、店員さんが教えてくださった。どうするかというとスプーンの上に適量チャーハンをすくいサンムを数枚その上に乗せる。たくあんのようにして食べてくださいと言われた。じゃあ大きく一口。たくあんのようにという表現がまさにその通り。
ポリポリとした食感に甘さがほわっと入ってくる。脳内は締めという感覚に侵される。そんな脳内の雰囲気に流され、俺は右手が傾いていく。この部分はほんまに好みになると思うけど、山武と食べてもよし。ただ俺はこの桔梗の根っこの和え物と一緒に食べたい。そろそろこのチャーハンも残り少なくなってきた。最後は社長に勧められた山武のせで終わりを迎える。今日もよう食べた。鴨肉は体にもええし、たまに食べたくもなる。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。後ろの壁にも書かれてるけど、今日は大量の鴨に囲まれながらの食事やった。だから最後の一滴まで。今日も表面張力まっちゃんか。てかオープンランで入ったのにいつの間にか店内は満席。ってことで最後の一杯。食後にはこのヌルンジで体の中からリセット。ただ俺は今日以上に社長さんの言うことを聞いといた方がええと思ったことはない。この食べ方にしてもそうやし、入店直後にすぐ言われた。必ずエプロンしてくださいねって。マジで助かったでこのエプロン。ロンドンポシジャン駅にある鴨肉の専門店。なんか出る時にこれもらってんけど、鴨肉の柔らかさとそれに合う濃いめのヤンニョム。いやー大満足や。店出る時にもらったこれ、なんか久々に見たな。チョンドゥギ、韓国の駄菓子よね。日本で言うたらうまい棒みたいな感じかな。これ火で炙ったりするとパリッとしてうまいねんけど、火ないからそのままでガブリ。なかなかちぎれへんこのもちもち感。っていうかえらい久々に食べたわ。あれ、もうスズメ全然おらへんやん。歌歌って満足して帰ったな。じゃあ俺も満足して帰るか。全然切られへん。でもなんだかんだで食べてしまうのがこのチョンドゥギなんて思いながら、今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスミだ。